1987年のその背景、それに思いを馳せながらまさにお酒と会話するような意味も込めてダイアログ1987とこんな名前にしたわけです。今日は奈良の桜井市に来てます。でこちらのかなり素敵なバーなんですけど、こちらでこのライゼンをカクテルに仕上げてくれるということで来ました。はい、自己紹介してもらっていいですか？はい、本日はよろしくお願いします。奈良県の桜井市というところで、ザ・セーリングバー営んでおりますマスターバーテンダーの渡辺と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。渡辺さん、バーテンダーとしてかなり有名な方っていうふうに聞いたんですけど、どんな経歴をお持ちなんですか？そうですね、私自身は、バーテンダーとして34年、しておりますけれども、このお店には、31年勤めております。常日頃からカクテルの大会に出ておりまして、何度か、国内のカクテルの大会でチャンピオンになり、そして何度か、世界大会に出場しております。はい、素晴らしいですね。世界大会。はい。奈良ってバーがすごくバーテンダーのすごいスキルが高い方が多いっていうふうに聞いたんですけど、今現在割と世界大会カクテルの大会ございまして、きっかけになった総合酒販メーカー主催の海外に本社のあるメーカーがしております大会がございまして、今現在そうですね、毎年2万人ぐらいの世界のバーテンダーが参加する大会なんですけども、過去にその大会に3人奈良から出場して世界大会に行き、中にはチャンピオンになったバーテンダーもいるんですけども、そういったチャレンジがきっかけになり、ありがたいことに奈良ちょっとカクテルの業界面白いんじゃないかというふうに言っていただいているんじゃないかと思います。その世界に行った3人のバーテンダーのうちの1人が渡辺さんということですね。そうですね。私は2010年のギリシャで行われた世界大会、これに出場しております。素晴らしいですね。でその時の結果が、私は9位でした。9位、はい、すごいですね。世界で9位、はい、10本の指に入るバーテンダーということで素晴らしいです。で渡辺さんってソムリエの資格もお持ちじゃないですか。このライゼンってどう思いますか？そうですね、今現在こちらに置いてますライゼンの1987年のヴィンテージ、そもそも、ワインでしたらよくあることかもしれませんけども、この本格麦焼酎にヴィンテージ何年の麦焼酎ですよということで、書いてございますけども、そういったところっていう毎年のなんていうんでしょう、出来不出来もあったと思います。この年の麦を使った、本格焼酎ですよということ、これがまずそもそも面白いなと思ったんですよね。でそれをもうソムリエも並行してやっておりますから、そのヴィンテージ、テロワール、そういったところの背景というところでまずフォーカスさせていただいたんですけども、もちろんテイスティングさせていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。よかったです。はい。他のヴィンテージも実はテイスティングさせていただいたんですけども、特にこちらの1987年のライゼンにおいてですけれども、すごく柔らかくって、他のレパートリーと比べて少しアルコールをコントロールされて少し低めに設定します。と言いましても本格焼酎通常のものよりかはもちろん高いわけなんですけども、でもなんて言うんでしょう、熟成感、麹から来る旨味や心地よい酸味や複雑な味わい、そこに熟成感が乗ってすごく柔らかくって奥行きのあるもう魅力的な味わいだったと思います。ありがとうございます。じゃあ実際にこのライゼンを作ってもらえますか？カクテルに。せっかくですから少しご紹介させていただこうかと思うんですけども、本日、材料に、ご用意させていただいたのはこのライゼンの1987年と同じヴィンテージのリブザルトという、酒精強化ワイン、同じヴィンテージの、酒精強化ワインをご用意させていただきました。ワインなんですね。ワインの一種なんです。フランスの南仏の方で作られました、
ワイン、これにブランデーを添加しておー甘さをコントロールした、アルコール度数をコントロールしたお酒なんです。この異なる地で、かといって同じ年の、同い年同級生ですけども、そうですよね。はい、これを、主にして、あとはそのライゼンの熟成感を相乗させるためにカカオのリキュールと、あと奥行きを持たせるためにビターズ2種類、これでカクテルを作ろうかと思っております。なるほど。さすがですね。このチョコレート、そうですね。ちょっとこうカカオ系のような風味がありますよね。この87って。そうですね。熟成感の中にはやはりその奥行きですとか麦由来の香ばしさ、こういったものがあると思います。ただでさえ美味しい、これも周知のことなんですけども、これをより一層カクテルとして背景を持たせる、今回のこのカクテルのコンセプトの一つとして、異なる地の2つのお酒、その時を超えて今現在によみがえった会話、これをイメージして作りましたので、カクテル名はですね、ダイアログ1987、時を超えて異なる地の2つのお酒がまるで会話をするような、そんなコンセプトのカクテルを本日お作りしようかと思います。いい名前ですね。ダイアログ1987。素晴らしい名前までつけてもらってありがとうございます。じゃあ早速お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしい。召し上がってください。しかもこれグラスも可愛いですね。そうですね。今回のこのカクテルはちょっとやっぱりアンティークグラスに入れたいなと思ったんです。なるほど。ちなみに結構古いグラスなんですか？そうですね。これで110年か20年ぐらい前のグラスになります。めちゃくちゃ贅沢なカクテルですね。じゃあいただきます。いただきます。いかがでしょうか。これは面白いですね。口に入れた最初にこのライゼンの風味がぶわっと一瞬上がってくるんですけど、で飲み込んだ後にはなんかいい感じに全部がなんか調和していきます。もう調和していって、で後のなんかアフターテイストではそうですね、この後から入れたやっぱりそのチョコレートバニラ、その香りも少し残しつつ、でもこの赤ワインの味
味というか風味もございますよね。後から上がってくる、すごいですね。これを一瞬で考えてるんですか？いい一瞬ではないです。今回このカクテル、はいご依頼いただいて、はいこれちょっと難しいなと思ったんです。ってはい。言いますのは本格焼酎、本格麦焼酎のライゼン、もうただでさえもう十分味が仕上がってて美味しいわけじゃないですか。でこれをカクテルに仕上げた時に、じゃあ他の副材料どうしようかなと、これは困ったなと思ったんですよね。でそういった時に1987年、その熟成感のある麦焼酎、熟成をした麦焼酎、ここを軸に持っていきまして、じゃあ同じようなグレードや格、雰囲気、背景を持った副材料を探そうと思ってこういろいろと調べてましたら、このリブザルトという、これも同じ1987年フランスで作られたお酒なんですけども、もちろんこちらを軸にしまして、それをより一層相乗させるのに同じ同級生のお酒を持ってきました。で他の3つ、あと残り3つございます。カカオのリキュール、これを使いましたのはやはり2つのお酒、ライゼンを主に置いた2つの材料の熟成感、これをこうより一層相乗させるためにカカオのニュアンスを持っていきます。なるほど。そしてもう一声複雑に、そして輪郭、味の輪郭を持たせたかったのでビターズを2種類使ってカクテルに輪郭ですとか複雑さを表現した、こんなわけだったんです。はあ、すごいですね。まさにこの87年のこの時の地球を味わうみたいな、まさにそうですね。そんなコンセプトですね。そしてこのカクテルを、まあブレンドというか、その割合とかそういうのを考えつくのすごいですね。さすがやっぱり世界に行くだけでありますね。何度か調整はします。すごいな。言いますのは、やはりカクテルに仕上げた時に、このライゼンを使わせていただいてこの味がなくなってしまう、もしくは全く違う味になってしまう、これは良くないわけなんですよね。そうですよね。この、ライゼンの味わいを主に、そして背景に持たせながら、でより一層また違うバックストーリーですとか、カクテルのメッセージを表現したかったわけです。それで、このカクテル名には、まさにこの2つのお酒、1987年のお酒の会話でもございますし、このカクテルをお飲みになるお客様と時を超えた1987年のその背景、それに思いを馳せながら、まさにお酒と会話するような意味も込めてダイアログ1987、こんな名前にしたわけだったんです。なるほど、奥が深いですね。この2つのお酒がこう喧嘩し合うとかでなくて、うまく相乗効果というかいいところ引き出してる感じなのが素晴らしいですね。これはおそらく1987年のお酒しかわからない何か、秘密というかメッセージがあるんじゃないでしょうか。そしてその対話をうまく引き出すのがバーテンダーのスキルということですね。素晴らしいです。じゃあこの焼酎のカクテル今回作っていただきましたけど、渡辺さんから見て、プロのバーテンダーの渡辺さんから見て、この焼酎のカクテルとしての材料の魅力とか、バーテンダー目線で見る焼酎のポテンシャルみたいなもの、どういうふうにお考えですか？そうですね、トレンドというわけではないんですが、今現在私たちの業界、カクテルの業界におきましては、国酒、つまり日本の国酒ですよね、日本酒ですとか焼酎ですとか、これを、カクテルの材料に使ったら面白いんじゃないか、こんなトレンドございます。これは日本においてだけではなく、割ともうグローバルな、シーンにおいてよく使われるようになったわけなんですけども、もうつまりもう焼酎というのはローカルなスピリッツにとどまらず、世界各国から興味を持たれている日本を代表するスピリッツである、こう言っても過言ではないと思うんですね。でそういった時に、焼酎いろんな種類ございますけども、やっぱりまず一つ麹の
このなんて言うんでしょう、風味、うまさですとか、麹由来の複雑な香りですとか、麹しか表現できない香りってあると思うんですよ。これはやはり焼酎にしか表現できない味わいですので、これをカクテルに落とし込む。そんな時に、クリエイティブなカクテルもございますけども、私自身が得意とするカクテルはクラシックなカクテルのモダンツイスト、これに、私は割とフォーカスしておりまして、そうすると今日のこのカクテルにおいても割とクラシックなカクテルの雰囲気がございます。例えばマンハッタンですとか、ブルーバルディエですとか、いろんなカクテルございますけども、禁酒法よりも前の古い文献を探しましてですね、もし本格焼酎をその時の、クラシックカクテルのベーススピリッツに置き換えたらどんな表現ができるか、やっぱりこれに私興味もございますし、得意ともしておりますので、本日はそのまさに、ダイアログ1987というのはクラシックカクテルでありながら、クラシックカクテルの雰囲気を持ちながら、それでいて、現代でも新しいクリエイティブな味わいとして蘇らせる。これはやっぱり焼酎ならではの表現の一つでもないかなと。今までなかったわけですから、新しい現代のバーテンダーが焼酎を使って古いカクテルをモディファイしてプレゼンする。これは面白いところだと思うんですけどもね。なるほど。このライゼンの1987、これ34度ですか、ございます。他の、ヴィンテージのものも40度近くあったりしますけれども、カクテルにおいてはよくベーススピリッツが何であるか問われることがあります。ジンですとかラム、ウォッカ、テキーラ、ウイスキー、ブランデー、大体おおよそハードリカーと呼ばれるような、お酒がベーススピリッツになりますけども、おおよそ40度ぐらいなんですよね。でそうしました時に、他の焼酎でしたら20度ですとか25度ってございますけど、正直言うと20度25度をベーススピリッツとして使う時には少々アルコール度数低いんですよね。ショートカクテルにしたりロングカクテルにしたりする時に20度25度ですと少しアルコールが低くなって、リッチな印象、アルコールのボリューム感というこれがなくなってきます。そうした時に34度ですとか40度近いライゼンは、そのベーススピリッツの代わりとして十分使える。別の言い方をするとブランデーですとかウイスキーですとかジン、ラム、ウォッカ、テキーラと同じフィールドで使うことができるんです。これはこのアルコール度数、ライゼンが持つアルコール度数でしか表現できない一つの強みだと思います。なるほど。面白い話が聞けました。ありがとうございます。こちらでは、このライゼンの、1987もですけど、あと1992のものも、2006年のものも置いていただいてるんですよね。ありがとうございます。じゃあ今回は、このダイアログ1987ですけど、1992と2006のそれでちょっと何か作ってよっていうリクエストにも応えていただけるんですね。努めて美味しいカクテルを作らせていただこうかと思っています。素晴らしい、ありがとうございます。こちらのちなみに営業日とか営業時間とかはどんな感じですか？定休日は日曜日なんですけども、月曜日から土曜日6時から1時までの営業です。予約は特にしなくてもこれちゃう感じですか？一応電話した方がいいですかね。そうですね。いただけましたらご用意してお待ちしておりますので。わかりました。この動画の詳細欄にこちらのセーリングバーさんの情報も入れておくんで、気になる人はぜひぜひ来て、このライゼンをここでそのままロックでっていうのもありですよね。もちろんです。ですよね。でさらにその後カクテルにしてもらうっていうのもありですよね。じゃあぜひこちらに足を運んでください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。So you can smell. Oh yeah, you can already smell. Like a whiskey? Yeah, like a Scotch whiskey kind of. Like a definitely smoky. Yeah.